今回の動画は自宅で作れるステレオスコープの作り方とトレーニング法をご紹介します。アイレッシュは綺麗な立体映像を眺めて視力を回復する特許技術で作られた映像です。ポストカードを使っても立体で見えない方は、この動画を参考にステレオスコープを作成してトレーニングしてみましょう。ステレオスコープとは、1832年にチャールズ・ホイートストンによって発明された立体写真を見るスコープです。その後、様々なタイプのステレオスコープが市販されております。現代では、2014年にはモバイル端末用に Google が Google カードボードを発表しました。その後、様々な VR 機へ発展しております。今回はレンズを使わず、目視距離、目に負担の少ない30センチぐらいの距離を裸眼で見るタイプのステレオスコープの作り方を紹介します。最初に A4 のプリンター用紙を2枚とセロテープを用意してください。中心に沿って2つに折ります。一度開いて両端を中心線に合わせるように折ります。覗く面が正方形になるよう整えてセロテープで留めてください。2つ作り並べてセロテープで留めます。これで完成ですが、強度がないので3回ほどの視聴で壊れてしまいます。もう少し強度があって何度も使いたい方は、A4 の厚さ1ミリのボール紙で、色は黒を2枚用意してください。白よりも立体紙が楽になります。プリンター用紙と同じように折りますが、厚いので4等分になるよう3本の線を引いて、カッターで軽く両面に切り込みを入れるときれいに折れます。2つ作成してセロテープで連結させてください。視聴するときはスマートフォンの画面の中心とステレオスコープの中心を合わせてみます。スマートフォンを手で押さえて視聴も可能ですが、パンツ用のゴムでスマートフォンを固定すると楽です。ゴムを使う場合は、スマートフォンの電源や音量ボタンにゴムがかからないように注意をしてください。手に持つのが大変な方は、市販のスマートフォン台を使うと楽に見られます。これでステレオスコープは完成です。スマートフォンやタブレットを見るときは30センチ以上離すと目に負担が少なくなります。このステレオスコープの距離より離してスマートフォンを見ることを習慣化すれば眼精疲労は和らぎます。トレーニング映像の視聴法を説明します。最初に私たちが立体で物を見る仕組みを理解しましょう。自分の右手を目の前に垂直に立てて片目ずつ見てみましょう。左目には手のひらが、右目には手の甲が見えます。これを脳の中で一つの立体として私たちは見ています。今回のトレーニングではわかりやすく大きさの違う右の円と左の円を合わせるトレーニングをします。平行法立体視ができるとこのように見えます。よりトレーニングが簡単になるよう自分の等高間距離を測ります。英語でピューピラリーディスタンス。メガネをしている方はメガネ屋で PD を聞くと自分の同交換距離がわかります。わからない方は目の下に定規を当てて腕をしっかり伸ばした状態でスマートフォンで撮影してください。この時にスマートフォンの先 1.5 メートル以上のものを見てください。同交換距離の平均は成人の男性で62から64ミリ、女性で59から62ミリ程度です。日本人の平均値は男性が64ミリ、女性が62ミリです。
VR のレンズは 60mm から 65mm で作られています。アイレッシュの平行法映像もスマートフォンの機種によって違いますが、55mm から 70mm で表示されるように作られています。自分の PD に画面がぴったり合わなくても距離がありますので、プラス 10mm からマイナス 10mm は楽に見られる範囲です。YouTube の再生画面を元のサイズと画面サイズで近い方に合わせてください。このトレーニング動画は静止画ですので、自分のスマートフォンの表示が PD からかなり離れてしまう方は、スクリーンショットで画像を保存してから静止画を拡大縮小して PD に合わせて静止画トレーニングすると楽に見えます。ドライアイにならないように瞬きをしながらトレーニングをしてください。また、30センチの距離がぼやけて見えない方は、メガネまたはコンタクトレンズを使用してください。それではトレーニング映像をこれから2分間見ていただきます。それではトレーニング映像をスタートします。目の健康のために、あなたも今日からアイレッシュを始めましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。